皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今回は卓球チェーンブックの方よろしくお願いします。本日は私自身が地味だけど超効くからずっと使ってる必殺の横回転サーブっていうの、よく回転がかかってよく短く止まる2バウンド短くしながら、なおかつ横上と横下がバレないやり方をやっていこうと思います。手順の1つ目はですね、ラケットをですね、皆さんラケットを横回転の切り方でバレない切り方っていうのがありまして、私のおすすめの切り方は相手にラケットの面をこう向けながらでヘッドを落とす、立てた状態でこうやって右から左にこのような立てながら切ると横回転サーブは読めないサーブになります。相手から非常に取られづらいです。こういう横回転です。皆さんよくある横回転というのはこっちの横回転は多いですよね。こっちの横回転は結構相手からすると横下とか横上とかが、面が下向いてたら横下とか、面が起きてたら横上とか分かりますよね。ですけど回転が読みづらい横回転っていうのは実は面を相手に向けてこう向けた状態、こういう横回転が一番読まれづらいです。こういう回転、これって何回転ですか？分かりづらいですよね。こっちの切り方っていうのはあれ横上か横下かな、どっちかなっていうのを思わせるように相手が一瞬どっちの回転か悩ませるものとなっています。私はこれを使ってこう分かりづらい横回転を出して相手サービスエースをたくさん取ることが今まで山盛り超山盛りですね、いっぱいできました。はい。今度手順の2つ目はですね、今こう私の面を開けた状態で相手にラケット面を向けた状態で右から左に切る横回転がバレない横回転、相手に何回転が読まれない横回転って言ったんですけど、この時にですね、やってほしいことがですね、平行スイングで切ると平行スイングで切ったりするとから振りかぶるような上から下への上下のスイングを入れながら左右を入れる、こういうスイングを皆さん横回転でやってみてください。こういう考えとっても大事です。皆さんがよく意識しているのはスイング方向の左右の動きが、横回転でも左右ですよね、左右の動きが多いです。ですけどそこに前後の動きを入れてください。スイングの軌道に前後を入れながら、上から下に行くこの前後の動きを入れながら左右も混ぜると、よりサーブの回転がこれでインパクトが見えづらくなります。こういう移動しながら左右の動きプラス前後の動きが、そういう両方がその前後の動きが混ざる、移動しながら左右の動きが入るような状態になると、こうやって回転かけるよりもこうやった方が分かんないですよね。今皆さんどっちが回転を見えづらかったですか？多分後者の方が見えづらかったのかなと思います。なのでこっからこうよりも、これでも分かりづらいです。分かりづらいんですけど、これでも分かりづらいんですけどよりも、これでじっくり見られると回転が量が分かっちゃうんですね。これだと回転量じっくり見られちゃいます。です上から下っていう移動中に右から左ってやってもらった方がインパクトが多分分かりづらくなるのかなと思います。なのでこの動きとこの動きをミックスさせながら同時にやると、ただでさえこっちの横回転が分かりづらいので、さらにこの動きが入るとインパクトが見えないというからくりを作ることができます。こっちのサーブ大したことなさそうなヘボサーブに見えるんですけど、こういうスイングのからくりを使ってインパクトを見えないような状態にこうやってさせていたっていうことですね。で上から下に行く勢いを使いながら左右にやってもらう。こうやって回転かけるよりもこうやった方が分かんないですよね。今皆さんどっちが回転を見えづらかったですか？多分後者の方が見えづらかったのかなと思います。で上から下に行く勢いを使いながら左右にやってもらう。上から下に行く勢いを使いながら左右にやってもらう。上から下に行く勢いを使いながら左右にやってもらう。
上から振ることによって、だから上から下に行く力が両できるので、よりサーブが短くなるというからくりも同時に起こります。なのでサーバースイングしてるのに短いっていう状態ですね。サーバー振ってるのに短い、振ってるのに短いっていう、めっちゃ切れた2バウンドがこれで上から下に行く力と左右の力を両方混ぜながら融合させると、サーブの2バウンドでピタッと想像以上に短く止まると。振ってる割にすげえ大きなフォームなんだけどめっちゃ短くて切れてる。卓球にとっては最高のサーブになります。今上からその左右の動きと上下の動きを両方合わせながらやると横回転サーブっていうのは分かりづらくなるんだよ、インパクトが見えなくなるんだよって言ったんですけど、この時に上からやる時にやりやすいようにする方法が一つありまして、ラケットを1回引いてからトス上げた時にちょっとややトス高めのトスで1回ラケットを瞬時に引いてから縦、これめっちゃいいです。はい、1回ラケットをトス上げてる高めに上げてる最中に1回振る、カラスイングするんですよ。1回カラスイングをシュッて振る。こうすると自然と上から下に行くスイングが作れるようになります。上から下に、上ですよね、ラケット上。普通にやるとここになる低くなりやすいんですけど、1回振ると上ですよね。高い位置にキープしてから今の真横こっちですね。私が言った相手に面を向けた状態で右から左に横回転をかける。この横回転が一番分からない横回転になる。こっち側にボールの真後ろをカツッと切ってもらうですね。こういう切り方です。こういう感じです。これが私のサーブです。もうそのままですよね。グッチのサーブそのまま、私の試合で使ってるサーブそのままですよね。これそのままこういう感じです。一回ちょっと振るんですよ。一回振って上から下に行く力と左右の力を混ぜながら、最後は一回振って上から下に行く力、上にある位置から下に行きながら、今度は右から左に行く力、左右の力も利用する。上から下に行く力と左右の力をで右から左に直線に面を開けた状態でガサッてやる。そうするとこっからこれよりもとか普通の左右のこういう横回転よりもこうやってやった方が何回転か今分かんないですよね。今の何回転か分かんなくないですか。横上角しか全然迷いますよね。全然普通の横回転とかに普通のよくあるこういう普通の横回転なんかこういう回転よりも全然こう一回こうやった方が分かんないですよね。今のこうしたのが分かんないですよね。こっからこれよりも何回転か分かんなくなるね。何回転か分かんなくなる。これ今の分からないこの横回転で今度は横上を出して相手にバレない方法をやります。でもう相手にもうすでにバレない状態になってる。前後の動きと左右の動きが混ざりながらの横回転なのでもう究極に分かんないサーブになってるんですけど、横上出すときはもうこのままさっき言ったこの面を相手にこう開けて相手の方に向けた状態のフォア面で右から左に引っ張ってもらえばこれでもう横上になります。面を起こした状態っていうのがポイントです。はい、で上から下のこの1回振りがあるからインパクトがこうより見えないので面が起きててもですね上かどうか分かんないですよね。今あからさまないつもの通常横はこれ横上とかじゃあこれ横上とかなんか分かりますよね。なんか横上とか分かります。ですけど上から下に行く力を利用しながらやると今横上なんですけど分かんないですよね。分かんないと思います。上から下に行く勢いと左右の動きを使う。分かんないですよね、上なのかどうか。面は起きてても起きていいんです。もう堂々とやっていいです。横上の面だってしてるんですけど、こうやって移動しながらやってるからはこういうでこ
こういう感じなんだよ。結局分かんないですよね。見えないですよね。上になっててもこうやっちゃうんで分かんないですよね。こうなってると分かんないですよね。見えないですよね。面が上なんですけど分かんないですよね。こうやってやれば簡単です。だから打球位置で横回転のサーブの回転を変えるっていうのもいろいろ言いましたけど、やっぱ一番簡単なのはやっぱ面を変えるって横上横下を出すのがしっかりいい横上横下が出せますので、ブチ切れで。なので、今のこの左右の動きと上から上下の動きを混ぜながらやると勝てても上か下が分かんない状態にできます。はい。だから堂々と出せるということですね。堂々と出して見えない。堂々と出してインパクトが見えないという感じになります。はい。全然違いますね。めちゃくちゃいいと思います。横上とか、じゃあこれ横上とかなんか分かりますよね。なんか横上とか分かります。ですけど上から下に行く力を利用しながらやると今横上なんですけど分かんないですよね。分かんないと思います。ですけど、上から下に行く力を利用しながらやると、横下回転を出す時です。これに横下回転を混ぜるときはもう今でも回転わかんないんですけど、こっち左右に振るとき、右から左にカッて振るときに面をすくいましょう。こうでいいです。もう堂々としていいです。って感じですよ。これでバレちゃうじゃんって。ボールに対して下の方に面をこうすくってあげて、これで横下をかけちゃってください。もうパッと見はバレるでしょっていう感じですよね。バレるでしょ、さすがに。見てもらえば分かります。見てもらえば普通に横下とかもバレます、本来。ですけど上から下に行く勢いと左右の上下の動きと左右の動きを混ぜながらってやれば今分かんなくないですか。今横下か横上か多分分かんないんじゃないですかね。だからこうやって見ると今横下です。今横下です。今横下です。これ横上です。これ横下です。これ横下です。これ横下です。これ横上です。多分分かんないんじゃないですかね。分かんないですよ。堂々と面を変えてめっちゃ横下ぶっちにすることができて、だから面変えながら出していいので簡単です、とても。で、しかもこの上から下に行く上下の動きと左右を合わせてるので、サーブからするとインパクトが見えないですよね。見えなくないですか。下入れてるんですけど、下ですよね。下入れてるんですけど、多分見えないのかなと思います。こうやってやっちゃうとバレますからね。こうやってやるとバレますからね。横下って。だからこうやって上から下に行く息がなくなるということですね。こういうからくりがあるんですよ。横回転サーブはこういうからくりで相手を騙すことができるという。見てもらえ。普通に横下とかもバレます、本来。ですけど、手の動きを混ぜながらってやれば、今分かんなくないですか。今私自身が地味だけど超効くからずっと使ってる必殺の横回転サーブっていうのを紹介させてもらいました。これでヘボそうに見えるんですけど、実はめちゃくちゃいいサーブなんですよね。ずっと相手に効いてくれるという状態で、2バウンドで短くも出せるし、ロングで速いやつも出そうと思えば出せるといった非常に簡単な切り方で、その面を大きく変えながら掛け分けが、横上と横下の掛け分けがはっきりこう使い分けて、で読まれないという最高のサーブになります。だから出すのも簡単だし、相手に超効くという何ともいいサーブになっています。ということで、ぜひ皆さんこの横回転サーブ参考にしてもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。
上げて1回振ってかけた時にこう右から左に引っ張った時に引っ張った勢いでそのままラケットをですね引き上げるようにするともう分からなくなります。ラケットの面隠しっていうフェイクが入ります。要するに当たった瞬間にこういう感じになってもう肘上げるとですねラケットがですね勝手にもう右から行く左に行く勢いを利用して肘上げるともうすぐ当たった瞬間にこうなっちゃうんですよ。ねじれちゃうんですよ勝手に。なので肘を上げるとより分からなくなります。多分分かんないですね。肘上がるとこれ今でも下なんですよ今。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。